男の人と二人で温泉旅行なんて初めて。なんか落ち着かないけど、楽しませてね。普段、しょっちゅう仕事を押し付けてくる敦子さんが、今日は微笑んでいる。その姿はまるで初対面の女性だ。俺もこういう旅行は初めてなんですが、ちゃんと楽しんでもらえるよう頑張ります。俺の声は緊張で震えていた。なぜ俺が敦子さんと二人で旅行に行くこととなったのか。実は俺も全く知らなかった。だがそこにはとある事情があって。そういうことだったのね。ならはっきりそう言ってよ。今晩は楽しもう。俺は大塚義則。年は24歳。今は大手飲食チェーン店で調理をやっている。父は長年寿司屋を経営してきた。だが、俺が専門学校の卒業を間近に控えていた数年前、とうとう過労で倒れてしまう。そして、長期療養を余儀なくされた父は、長年続けた店を閉めてしまった。俺、卒業したら父さんの店を継ぐよ。調理師の免許を取ったし、板前として修行させてほしいんだ。俺は父が築き上げた店を継ぎたいと思った。だから父に頼み込んだわけだが。社会人経験がないお前に仕事は任せられない。父は反対した。そして、まずは他の会社に入って、社会人としてマナーを学ぶ方が先だ。身内の会社だとどうしても甘えが出てしまうものだ、と告げられた。自分の浅はかな考えを俺は恥じた。俺は父のようになりたいと思い、専門学校に通って調理師の免許を取得した。しかし、本人から店を継ぐことを断られた俺は、一体何がしたいのかまるでわからなくなってしまう。そんな俺に専門学校の友人があることを教えてくれた。俺たちがいつも行ってるレストランあるだろ？あそこの求人、実は給料も研修制度もすごく充実してるんだ。店の数も多いし、場所だって家から近いやつを選べる。こんな風に紹介され、俺は今の勤め先に身を投じた。大手飲食チェーン店の一員となったのだ。確かに給料はいい。さらには海外の飲食店への研修も用意されている。やがて3年という年月が流れた。俺は今も両親を支えるべく一生懸命頑張っている。しかし一つ大きな悩みがあった。直属の上司である敦子さんとの折り合いがどうしても合わない。敦子さんは社長の一人娘だが、仕事に厳しく、俺に仕事を押し付けてはいつも重箱の隅をつついてくるのだ。なにこの盛り付け方は。写真と全然違うじゃないのよ。これじゃあ詐欺だってクレームを入れられてしまう。パスタがしょっぱすぎる。塩加減を間違えたんじゃない？こんなのもう毒だわ。こんな風に言って、敦子さんは頻繁に俺が作った料理を破棄する。その割に彼女は全く調理しないし、馴染み客と雑談ばかりしている。私は接客で忙しいの。だから調理はすべてあなたに任せるわ。こんな感じで俺に調理を丸投げするものだから、もちろん俺は慌てるし焦る。そして敦子さんは細かいミスを一つ一つ指摘してくる。正直たまったものではない。しかも標的は俺だけでなく、入社して間もない新人もしかり。同じような無茶ぶりのせいで、俺は3年で15人もの同僚が消えるのを目の当たりにした。あのワンマン敦子さんさえいなければ、俺は人手不足で悩むこともない。だから俺は理不尽に仕事を押し付け、挙句の果てに文句ばかりの敦子さんが大嫌いだ。また敦子さんが原因で職場の人員不足がどんどん悪化していくのも許せない。一人でお客さん20人分の料理を作るんだよ。
あの人の仕事配分、どう考えても普通じゃないよ。幸い、俺は実家に暮らしているから、仕事の愚痴を聞いてくれる両親がいた。仕事の鬱屈やストレスが限界まで溜まった時は、両親に愚痴ってなんとか乗り越えていた。父は無言でうなずき、母も大変ねと慰めてくれる。ただ、俺の愚痴を聞く両親は複雑な表情をしていた。もしかすると二人は俺の愚痴で疲れてしまったのかもしれない。親に甘えすぎたな。俺は自分の行動を反省する。仕事の愚痴を両親に言わないよう努めたのだ。数ヶ月後、俺の誕生日がやってきた。いつもお疲れ様。時にはゆっくりしなさい。母は温泉の優待券を渡してくれた。ただ一人分である。え？家族で行くんじゃないの？お父さん倒れてから食が細くなったでしょ？温泉に行って具合が悪くなったらいけないじゃない。確かに今の父はかなり食が細い。体重も減っているし、血圧や脈拍だって安定していない。不整脈で医者の世話にもなっていた。そんな状態の父を温泉旅行に行かせるのはやはり危ない。なら別に温泉旅行じゃなくてもいいのに。こういうのは家族全員で行くものじゃないの？俺は少なからず思うところがあったが、父の体のことを考えると言うに言えなかった。まあ時には一人で行くのも悪くないか。ありがとう。楽しんでくる。喜んでもらえてよかったわ。俺はとりあえず取り繕う。母は嬉しそうに笑ってくれた。さて、翌月の連休。俺は予定通り、母から渡された優待券を持って温泉に向かう。だが、温泉旅館に着いて早々である。ロビーで一人の女性が受付と揉めているではないか。予約が入ってないなんて、そんなことはないはずです。そちらの手違いじゃないんですか？ちゃんと確認してください。受付に対して強気で迫るその声。それは普段、俺が職場で嫌というほど聞いているあの声だった。敦子さん、どうしてここに？敦子さんを見て驚く俺。だが敦子さんは俺を発見するなり近寄ってきた。実家の親とここで待ち合わせてたの。なのに両親の名前で予約が入ってないの。っていうか、どうしてあんたがここにいるのよ。敦子さんはものすごい剣幕で俺に怒りをぶつける。正直、八つ当たりもいいところだ。まあまあ、落ち着いて。俺は横目で敦子さんを見ながら、受付に優待券を差し出す。すると、お待ちしておりました。大塚様ですね。その方と同じ部屋でご予約をいただいております。というとんでもない回答とともに、俺に鍵を一つだけ手渡した。ちょっと待ってください。俺は一人で来たんですよ。別々の部屋でお願いします。当然俺は困惑したが、受付は、でも、と首をかしげる。確かに相部屋でご予約を受けたまわっております。そして予約表を俺に見せてきた。今や敦子さんは泣きそうな顔だ。とりあえず俺は客室に向かうことにした。そこで改めて敦子さんと話をした方が良さそうだった。お父さん、一体どういうことよ。部屋に着くなり、敦子さんは早速社長に電話した。部下と相部屋だなんて聞いてないわよ。敦子さんは最初こそ社長に詰め寄っていたが、途中から目に見えて落胆した。そういうことだったのね。なら、はっきりそう言ってよ。敦子さんはそう言って電話を切り、ひどくうなだれる。そして俺に事情を話してくれた。実はね、前々からお父さんからこんな話を聞いていたの。幼馴染の寿司職人を招いて、
寿司や刺身を店のメニューに追加するって。敦子さんはかなり言いにくそうだった。そして、あまり部下に意地悪するんじゃないぞ。大事な取引先だし、言い名付けなんだからな、と続ける。それは父の言葉のようだ。あの時はお父さんの言葉の意味がわからなかった。でも今ようやくわかった。まさかあなたが私の言い名付けだったなんて。敦子さんの顔は真っ青だ。俺はどうしたらいいか困ったが、それでも静かに返す。敦子さんが言い名付けだなんて、俺は何も知りません。でも、俺の父は確かに寿司屋の板前です。この後、俺たちの間に気まずい沈黙が流れた。耐えられなくなった俺は父に電話する。もしもし、父さん？敦子さんと相部屋ってどういうことなんだ？説明してよ。俺は泣きそうだったが、父は照れたように笑っていた。だってお前、敦子さんと仲が悪いんだろ？だから彼女が言い名付けだって、俺の口からはとても言えなくてな。言い名付けって本当なの？ますます困惑する俺に対し、父が得意げな様子で事情を説明する。敦子さんの父親とは昔からの幼なじみなんだ。俺も正直一人で働くのは大変だし、俺の寿司や刺身を向こうの飲食チェーンで展開してもらうことにしたんだよ。絶句する俺に対し、父が嬉しそうに続ける。まさか俺に言われるわけでもなく、言い名付けの会社に就職するとはな。やっぱりお前は自慢の息子だ。これはもう運命じゃないか。お前たちは保育園の頃、とっても仲が良かったんだぞ。職場でも喧嘩しているなら、そろそろ仲直りしたっていいだろう。そんな風に言って、父は電話を切ってしまう。一方俺は過去を振り返ってみる。確かに言われてみれば、保育園の頃、仲の良かった女の子がいたような気がする。親同士も仲が良くて、俺たちをくっつけようと約束していたのか？だったらどうして保育園以降私たちは会ってないのかしら？敦子さんは率直な疑問を口にする。そこで俺はもう少し思い出そうと頑張ってみる。そうだ。俺が小学生になった頃、父の店の経営が傾いた。それで一時的に借金を背負うことになって。私も。敦子さんも何か思い出したようで顔を上げる。私のうちも小学生の頃、店の経営が傾いたわ。他の店のメニューを真似したとか言われて問題になって。俺たちは思わず笑い合ってしまった。要するに、両親がお互いそれどころではなくなった末、俺たちもいつしか大人になったわけだ。お父さんったら会社経営者なのにそういうところがあるのよ。それならそうとちゃんと言ってくれたらよかったのに。こうして俺たちはお互いの親の不器用さを知って笑い合う。なるほど、そういうわけだったのか。男の人と二人で旅行なんて初めて。なんか落ち着かないけど、私を楽しませてね。普段無茶ぶりばかりの敦子さんが俺に微笑んだ。それはまるで初対面の女性としか思えない。だが本当に可愛いと思う。俺の方こそ女性と二人で温泉旅行なんて初めてです。でも楽しんでもらえるように頑張りますね。この際だから俺たちはこの状況を受け入れた。温泉旅行を満喫することに決めたのだ。旅行の間、俺はいろいろなものを見た。敦子さんはプライベートでは可愛らしく甘える一面があった。それに彼女の浴衣姿は本当に可愛らしかった。だが、なんだかんだ敦子さんとの温泉旅行を楽しんで家に帰ると、そこでは親同士が揉めていた。子供同士の仲が悪いんだから仕方ないだろ。
俺は息子が仕事になれるまで3年も待ったんだぞ。それなのに、いつまで待っても仲が深まらないんだ。だからといって、事情も説明せずに温泉に行かせるなんて何を考えてるんだ。子供同士の仲が余計こじれていたらどうするつもりだ。そっちだって娘さんに何も言わず温泉へ行かせたんだろう。それならお互い様だ。だが父は帰ってきた俺の姿を見るなり、どうだった？温泉は楽しめたか？と聞いてくる。何の説明もしないまま行かせてしまって悪かった。父は心底申し訳なさそうに謝罪したが、それでも敦子さんのお父さんが娘にきちんと伝えておくから大丈夫だと言っていたものだからと言い訳のように続ける。一方、社長こと敦子さんの父は気まずそうな様子だ。娘に彼が許嫁だと伝えるつもりだったんだが、本人を目の前にするとやはり言い出せなくてな。敦子の父はうつむいていた。結局父親たちは子供に事情を説明できないまま旅行に行かせてしまったわけだ。すまなかったね。君と娘の仲が悪いとは知っていたが、どうしても昔のように家族同士仲良くしたかった。加えて事業もより飛躍させたかった。ただ社長から頭を下げられると俺だって恐縮してしまう。大丈夫ですよ。まあ急なことで驚きましたけど楽しかったので。すると背後に立っていた敦子さんが前に出る。やっぱりお父さんの伝え方が悪かったのね。そういうことはまず当事者の私たちにちゃんと説明するのが筋よ。俺が不器用なせいでな。すまなかった。それでも敦子さんはまあいいわと場を収めてくれた。セッティングはダメだったけど部下と本音で話せたのは楽しかった。俺もです。普段あんな風に仕事を押し付けてくるのは愛情の裏返しだと分かりました。俺が好きな人だからこそ意地悪したくなるっていうかと続けると、敦子さんはもう温泉で話したことは内緒でしょと俺の口を押さえる。その様子を見た父親たちはよかったよかったと勝手に感動し合っている。それにしてもまさか俺が入った会社に許嫁がいるとは。何より驚いたのは俺のことを嫌っていると思っていた敦子さんが俺のことを好きだったということ。もし温泉旅行に行かなかったら敦子さんの気持ちを理解することは一生なかったと思います。後日俺がそう言うと敦子さんは私もよと苦笑した。行かなかったら一生自分の気持ちをあなたに伝えられなかったと思う。今や俺たちは恋人同士だ。だが敦子さんは今でも仕事に厳しいし、理不尽な怒りをぶつけられたり仕事を押し付けられることも多い。でもそれはすべて敦子さんの愛情なのだ。そう思うと俺は何もかも受け入れられる気分だった。結婚したらこんな感じで料理も厳しくチェックされるのかな。何か言った？まだ仕事中よ。ふと漏らした言葉に厳しい反応をされたので、俺はごめんなさいと謝る。こんな調子で俺は今日も頑張っている次第だ。でも仕事中ふと敦子さんとの結婚生活を妄想して一人でニヤついてしまったりはする。それは彼女には内緒だが、もしかすると敦子さんは俺が結婚を考えていることにもう気づいているだろう。そんな風に思えるのだ。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。